皆さんこんにちは、のらんです。今日はミニチュアハウス作り、こちらですね、ジェイソンズキッチンの第2回をお届けしたいと思います。前回ね、とりあえず簡単に作れる机とか椅子とか、あとはこの壁周りですね、この辺の塗装をしたりとかね、まずはしました。で、今回はね、ちょっといよいよめんどくさい小物作りをね、やっていきたいなというのと、あとはこの壁をね、一応組み上げたいなっていうのが目標の一つだったので、壁をね、もうちょっと進めて、なんとかね、この側をね、まずは作っちゃいたいなと思ってるんですよ。いかんせんね、この夏暑いっていうのと、あとなんだかんだね、やっぱちょっと夏休みなので、夏休み満喫中のね、姉妹の相手をしないといけないのでね、なかなかちょっとね、時間が取れていないんですけども、ここまでのね、成果を見ていただきたいなというふうに思います。まず3日目は導線を使う部分を全て把握するところからスタートしました。いやもうね、導線がいろんなオブジェクトに使われてるんですけれども、数字もいろいろあるし、なんかね、英語も L って書いてあったりして、もう何を言ってるのかちょっとね、理解できない部分があったので、ちょっと全体を書き出すことによって、ちょっと把握したいなということで、まずはね、そこの理解を深めるためにメモをするところからスタートしたんですけれども、書き出していった結果としては、基本的に太いと細いの2種類に分かれてるっていうことが分かったので、太い導線が何ミリここではいるよっていうことを多分書いてあるのかなということをとりあえずはここで理解しました。なのでね、早速導線を使ったアイテムとしてウォールユニットとクローゼットを作り始めました。ウォールユニットの持ち手部分っていうんですか、扉を開ける持ち手ですね。ここがマニュアルにはね、導線かっこ太いって書いてあったんですけど、で最初ね、太い導線を切って入れようと思ったらね、明らかに穴に入らないんですよ。これはね、もう誤色ですね。記載ミスだったんじゃないかなと思います。で、細い方にしたらちゃんと通ったので、細い方をね、切って入れるという形になりました。ちょっとね、太い導線をなので無駄に使ってしまったので、もし足りなくなったら100均とかでね、ちょっと買い足してこようかなというふうには思ってます。で、クローゼットは、前途中までね、作ってあったので、カーテンに導線を通せるようにボンドでループを作って導線を通しました。で、導線のね、ちょっと罠もあったので、3日目はね、こんだけで作業を終了しました。53分ぐらいの作業になりました。4日目はいよいよ壁を組み立てるべく、壁に貼り付けるアイテムのまず制作に取り掛かりました。でね、おしゃれなんですけど、これめんどくさそうなフレームがめちゃめちゃあって、マニュアルを見るとこのフレームも木枠と紙で構成されてるものもあれば、紙のみでフレーム、額縁の部分も立体的に組み上げるものもあって、なかなかね、めんどいんですよ。でもね、こういうのがたくさん集まると、確かにおしゃれだし、達成感もね、あるので、なんとかね、頑張って数をこなしていました。紙だけで構成されているやつはかなりめんどくさかったです。で、この辺の壁に貼るフレームを作って、あとはね、壁にもなんか壁紙が貼ってあるとこがあったりしたので、それと飾り棚をつけて、あとは窓枠ですね。これね、窓枠も木だけじゃなくてね、紙も使うという状態でですね、フレーム部分はこれ紙なんですよ。で、組み上げまでね、終わらせたかったんですけど、ちょっとね、かかりそうだったので、途中で、窓はね、終了しました。なので4日目は1時間16分で作業を終了しました。で、5日目ですね、いよいよね、窓を組み上げていきます。で、窓を本当はね、これ開閉できるといいんですけれども、さすがにそこは無理だったので、貼り付けタイプになってます。で、最終的にはここにカーテンつくんですけれども、ちょっとね、布にシワが寄っちゃってるのと、ボンドよりミシンの方が正直個人的に楽なので、これはね、ちょっと別日にミシンで縫っちゃおうかなということで、カーテンはまだつけてません。そしてもう一面の方の壁ですね、こちらにもパネル類をね、貼り付けていくんですけれども、ここでね、
3日目に作ったウォールユニットの中に謎の箱が入ってるってことに気づくんですね。しかもこの箱がご丁寧にねちゃんと展開図がねあって、紙の展開図があって、それを切って組み立てなきゃいけないっていう代物でね、細かいんですよ。ほんとガムの包み紙で折り鶴作ったりするぐらいの感覚の難易度でしたまあ細かいでね、どうせこれ開かないじゃんみたいなね風に思うんですけど、まあねここにやっぱねこの完成度というかねリアリティみたいなのが影響してくるのかなと思いつつ、まあね頑張ってこれも組み立てることにしました。ちなみにねこの紙で展開図から作る類がねまだいくつかあるみたいで、ちょっと先が思いやられるんですけれども、まあそんなこんなんでねぶち箱も作り終わって壁に貼り付けてという感じで、5日目はね52分の作業で終わりました。いやでもねやっぱこうやってフレームを貼り付けていくとやっぱそれっぽさがすごい急に出るなって感じでね、急にぐっと完成度が増したなという感じです。まあこんで8割方ぐらい壁関係のね、貼り付け作業は終わったんじゃないかなというふうに思ってます。はい、こんな感じでね合計5日間の進捗がこのぐらいです。でだいたい毎日1時間前後の作業量なので、まあ5日間で5時間ぐらいなんですけど、これねもうこの時点で夏休みに終わんないなっていうことを悟りました。もうだって見てくださいよ、こちら完成図ですけど、今できてるのがいわゆるもうこういう大物家具、これの大物家具と壁がまあ8割持って8割ってとこなので、まずねこの小物がめっちゃあるんですよ。これがね全部これ作んなきゃいけない小物がめっちゃあるのと、ここのシンクがねまだね作ってないのと、こういう天井とかね床とかね全部まだ作ってないので、もうこれは夏休みに終わらないなというのを悟りました。もうねこれは私がこういう作業に慣れてないっていうのが原因の一つなんですけど、もう一つはね、言い訳をしてしまうと、撮影しながら今回やろうという風なコンセプトでやってたので、やっぱなるべくね1時間とか時間がちゃんと取れる時に作業しようかなって思ってたのがあって、なかなかちょっとね取れなかったです。だけどねちょっともうこれだとねいつまで経っても出来上がらないし、私のモチベーションも持たないので、ちょっとこっからはねダイジェスト版でいこうと思います。もうなので作業は隙間時間で10分とか20分とか、あとね今までは撮影のこともあって日中にやるようにしてたんですけど、もうちょっと夜とかもね使ってちまちまっと作業ができるようにしていこうかなというふうに思います。なのでちょっとね作業動画を撮れないかもしれないですけど、タイマーはかけていきたいと思うので、タイマーとあと完成品をちょいちょい動画でちゃんと撮ったりして、ダイジェストでなるべくねちょっとスピードアップして作業を今後はしていきたいなというふうに思ってます。じゃないと終わらないし、多分夏休みにはとはいえ終わらないんですけど、完成はね絶対にしたいと思ってるので頑張っていきたいと思います。ということでねまだまだちょっと時間がかかりそうな作業なんですけれども、よろしければねまたねお付き合いいただければというふうに思います。今回はミニチュアハウス作り第2回をお送りしました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。